私はミープヒース。これからするお話は決して楽しい物語ではありません。お聞きになるかどうかはあなた次第です。おはようございます、フランクさん。おはよう、ニークさん。この人はオットー・フランク、私のボス。ドイツ人だけど10年ほど前にオランダに移り住んできたの。当時のドイツはアドルフ・ヒットラーという男が政権を握っていた。ナチ党の党首でもある彼は極端な人種差別を行い迫害を始めた。身の危険を感じたフランクさんはオランダに亡命してきたってわけ。フランクさん一家はヒットラーが最も敵視するユダヤ系だったの。オランダに来たフランクさんはジャムの材料を作る会社オペクタ商会を経営していた。私の仕事は何でもこなすやり手の秘書ってところかしら。フランクさんはよくパーティーに招いてくれたわ。彼女はフランクさんの奥様エーディト・フランク。繊細な常識人って感じ。この子が長女のマルゴット。マルゴーって呼ばれていたわ。学校の成績はいつも優秀。おとなしくて真面目なタイプね。そしてこの元気な子がマルゴーの3つ下の妹アンネ・フランク。とにかくおしゃべりが大好き。想像力豊かでとても賢い子よ。何でも正直に言っちゃうからお母さんにはよくたしなめられていたわ。今思えばかけがえのない時間だった。この年ヒットラー率いるドイツ軍はポーランドに侵攻。再び世界大戦が始まってしまったの。アンネは子供扱いされるのがすごく嫌い。早く大人になりたがっていたわ。私の恋愛話には興味津々。思春期ってやつね。同時にそれは反抗期の始まり。お母さんとは毎日のように喧嘩。仲裁役のフランクさんはさぞかし頭が痛かったでしょうね。ちょうどその時期ドイツ軍はデンマークやノルウェーに侵攻。そしてついに中立を宣言していたオランダまで攻撃してきたの。圧倒的な軍事力を持つドイツ軍にオランダはなすすべもなく降伏。ドイツの占領下に置かれユダヤ系の人たちには危険が迫っていた。多くが国外へ脱出する中フランク一家はオランダにとどまった。病気のお母様に無理をさせるわけにはいかなかったの。そして迫害は始まった。彼らはゲハイメシュターツポリツァイ、通称ゲシュタポ。誰もが恐れるドイツの秘密警察。取り締まりや拷問、何でもありよ。ユダヤ系の人たちは新しい身分証を持たされ、ワッペンを縫い付けることが義務付けられた。20時から6時までは外出禁止。公共施設への立ち入りも制限された。映画を見に行くことはおろか、お泊まりにも行けない。アンネはかなり落ち込んでいたわ。フランクさんは家の中が暗くならないように気を配っていた。その甲斐もあってか、アンネは思いのほか明るく過ごしていたわ。
アンネはトラブルメーカーだったけど、周りの人を元気にする不思議な力があった。そんなアンネもおばあちゃんが亡くなった時にはしばらく立ち直れなかったみたい。1942年6月12日、アンネは13歳の誕生日を迎えた。フランクさんからのプレゼントはサイン帳。アンネは大喜び。サイン帳をキティと名付けて日記をつけ始めたの。キティとの会話がアンネにとっては大きな心の支えだった。世界中を敵に回したドイツは総力戦の構えだった。ユダヤ系の人々は無理やり連行され、ドイツのために過酷な労働を強いられた。ゲシュタポに連れて行かれる人数は日に日に増え、もはや手当たり次第といった感じだった。労働力として使えなくなった者は虐殺されてしまうという噂も立っていた。そしてついに一家のもとに召喚状が届いた。取り乱す奥様と違い、フランクさんは落ち着いていたわ。そして私に言った。我々はこれから身を隠す。そのためには誰かに面倒を見てもらう必要がある。ミークさん、君に頼めるか？もちろんです。君はユダヤ系ではないが、もし我々を支援したことがバレたら、ただでは済まない。それでも。もちろんですと申し上げました。迷いはありません。なぜ私がこんな危険な頼みを引き受けたかって、それは私が人間だからよ。フランクさんが選んだ潜伏場所はなんとここ、事務所の上。東大元暮らしね。いつかこの日が来ることを予見して、フランクさんはずっと前から準備をしていたの。スイスに逃げるという書き置きを残して、あたかも慌てて家を出たかのように演出した。隠れ家に入ったのは計8名。彼はヘルマン・ファンペルスさん。オペクタ商会の相談役で、フランクさんとは良きパートナーだった。こちらが奥様のアウグステ・ファンペルス夫人。そして息子のペーター。アンネの3歳年上。最後に合流したのが歯医者のフリッツ・プフェファーさん。ユダヤ系ドイツ人で、フランクさんとは親しい間柄だったの。私以外でこのことを知っているのは、信頼する3人の同僚と夫だけ。こうして命がけの潜伏生活が始まった。ミークさん、何か面白いニュースはある？隠れ家に住み始めてから1年くらい経ったかな。見つかったら収容所に直行。とにかくおとなしく生活しないといけなかった。お姉ちゃんは普段通りだったけど、私はストレス溜まりまくり。カーテンは一日中閉めっぱなし。水の音でバレちゃうから、トイレは決まった時間にしか行けない。インフルエンザにかかった時も咳を我慢しなくちゃいけなかったの。私の部屋はここ。よりにもよってプフェファーさんと同じ部屋。いつも上から目線。机は独り占めするし。私は将来作家になってこの日記を出版するのが夢。だからプフェファーさん、お願いだから邪魔しないで。
ママとの関係は前よりひどくなっちゃった。ママは私のことを全然わかってくれない。私もママの気持ちがわからない。そういえば、ファンペルスさんたちにも嫌われていたっけ。しつけがなってないとか。余計なお世話よ。いつもパパが仲裁してくれたけど、だいたい怒られるのは私だけ。後で聞いた話だけど、ママは私のことをかばってくれていたみたい。連合軍があっという間にドイツをやっつけるって聞いてたのに。もううんざり。そんな私を慰めてくれたのが意外にもあのペーターだった。最初はどんくさくてつまんないだけの彼にイライラしてたけど、いつの間にか私は彼のことばかり考えるようになっていたの。屋根裏部屋にこもってよく大人たちの愚痴を言い合ったわ。そして私は生まれて初めてキスをした。食事は毎日野菜ばっかり。大人たちは相変わらず私を子供扱い。そしてまた一人友達が連れて行かれた。それでもたまには楽しい時間もあったわ。記念日にはみんなでお祝いをした。ファンペルスさんは冗談を言って私たちを楽しませようとしてくれた。笑えたかどうかは別だけどね。なんだかんだ言って人間の本性はやっぱり善なんだって思えた。本日、我々連合軍はノルマンディーに上陸しました。ヨーロッパの皆さん、もう少しの辛抱です。どうか耐えてください。ゲシュタポが来た。5分以内に支度しろ。待て、それは何だ。君には何の価値もない、ただの思い出の品だよ。これはあなただけでもマシな収容所に行けたのに、なぜドイツの功労者だと申告しなかった。おい、貴様たち、支度はゆっくりでいい。相当勝ったと同じオーストリア生まれか。今日のところは見逃してやる。ただし絶えず監視されていることを忘れるな。
みんなが連れて行かれてから9ヶ月後、ナチスドイツは降伏。戦争が終わった。それから1ヶ月後、妻は帰ってこないよ。マルゴーは？アンネは？わからない。アウシュビッツで別れて以来、それっきりだ。娘たちはまだ若い。病気にでもなっていなければ望みはある。私はこれから娘たちを探す。まだ希望は捨てていない。She walked the cliffs where dreams would die. The winds would howl, the ocean cry. Her heart a maze of bruised regret. Yet in her eyes the sun had set. Oh, the echoes, they still breathe her name. A flicker of light in the darkest flame. Shadows dance where sorrow stole. The colors painted in shades of her soul. The skies would fall as she would stare through storms of grief. She found the air. Each step she took, a fragile fight through endless storms to find her light. But oh, the fire hidden within, a quiet spark beneath her skin. She forged a strength from broken bits and dared the dark with clenched fists. Oh, the echoes, they still breathe her name. A flicker of light in the darkest flame. Shadows dance where sorrow stole. The colors painted in shades of her soul. 連合軍は間もなく勝利します。我々が救出するまでどうか希望を捨てないでください。 Now the cliffs sing a softer tune, where once she walked beneath the moon. A phoenix rose from ashen ground. Her voice now whispers all around.
through storms of grief, she found the air. Each step she took, a fragile fight through endless storms to find her light. But all the fire 最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。